はい、どうも、研ぎ師亮太です。今日はこちらの電着式ダイヤモンド砥石の刃の交換をしていきたいと思います。砥石の刃の交換って何って思うかもしれないんですけど、こちらダイヤモンドの砥石になってるんですけど、この砥石、普通の砥石と違ってこのガラス板にダイヤモンド砥石のプレートを貼っているものになります。こういう電着式のダイヤモンド砥石っていうのは表面に研磨剤がいっぱいくっついてるんですけど、その研磨剤が潰れてしまったらもう包丁がかなり研ぎにくくなってしまうので、そうなってしまうと新しいのに張り替えをする必要が出てきます。それに対して普通の砥石っていうのがこちらになるんですけど、包丁研ぐ時によく使う砥石になります。でこういう砥石っていうのは、表面上にもいっぱい研磨剤が出てて、それが包丁を削ってくれるんですけど、この砥石全体に研磨剤がいっぱい含まれているので、包丁を研ぐ時に砥石が減っていくと思うんですけど、その減ることによって新しい研磨剤が表面にいっぱい出てくるっていう構造になっているので、そうすることで、研磨剤が新しいのに次々変わっていくんですけど、こっちは表面上にしかくっついてないので、表面のが切れなくなったら新しいのに買い替えっていう感じになります。でこういう電着式のやつは、僕はこのガラス板にくっつけて使ってるんですけど、普通の電着式ダイヤモンドって最初からこのアルミ板とかにくっついた状態で販売してると思うんですね。でそういう砥石はそれごと買い替えてもいいんですけど、この上のプレートだけ変えた方が、ちょっとお手頃だったりするのと、ここに使っている、ガラス板とかアルミプレートとかが無駄にならないので、できたら張り替えする方がいいかなと思います。ちなみにこの電着式ダイヤモンドのこのプレート、これが替え刃になります。でこれをこっちに貼るんですけど、これの説明書き見てたら、これの上にそのままこの電着式ダイヤモンドプレートを剥がさずにこのまま上からペタッと貼ったらいいよって書いてたんですけど、そうするとこの貼り重ねるにつれてちょっと表面が曲がってくるんですね。それが僕ちょっと気になったので、僕的にはこの上に重ね張りするのはあんまりおすすめしないです。なのでちょっとめんどくさいんですけど、毎回一回一回これ剥がして新しいの貼る方がより綺麗にずっと砥石使えるんじゃないかなと思います。でちなみにそれ重ねたやつどうなってるかっていうと、ちょっとお見せしますね。で重ね張りしたやつがこちらになります。これこっちは包丁研ぐ時と面直しする時両方に使ってるんですけど、これは面直し専用で使ってるやつで、人造砥石の面直ししてるとこっちも割と結構消耗するので、定期的に変えてるんですね。でやっぱり張り替えるのがめんどくさいんで最初重ね張りしてたんですけど、これ結構綺麗に見えるんですけど、実はめっちゃ曲がっちゃってるんですよ。これこう見ていただいたらどっかでわかると思うんですけど、はい、こんな感じ。ここのラインがちょっと反ってるの分かりますか？まっすぐなやつ当てると分かるんですけど、砥石の側面とか当てたらちょっとここ浮いちゃってるんですよね。こんな感じでこの面直しの真ん中部分がちょっと浮いちゃってて、向こうの光が透けちゃってるのが分かるかなと思います。でこんだけ浮いちゃってるとこう面直しガーってした時にやっぱりどうしても砥石がこう歪んできちゃうんですね。なのでちょっとこういう曲がってきたりすると具合悪いなっていうのがあります。で面直しする時もそうですし、砥石としてこういう感じで使った時もやっぱりコバとか研ぐ時にコバがちょっと丸くハマグリっぽくなっちゃいやすいので、できたらここはまっすぐ保っておきたい。なので、あんまり重ね張りはおすすめしないって感じですね。でこれたった3枚しか重ね張りしてないのにこんだけ曲がるので、なかなかちょっと厳しいかなと思います。2枚目まではそんなに歪んでないんですけど、3枚目から一気に歪んじゃったので、分かりますか？ここ1枚目2枚目3枚目なんですけど、やっぱりこの2枚目はちょっと緩やかに曲がってるかなぐらいなんですけど、3枚目になった瞬間もうすごいギュインってなっちゃってるんで、こうならないように張り替えた方がおすすめかなと思います。ということで早速こちらのダイヤモンド砥石張り替えていくんですけど、これ張り替える時に使う道具がこれ剥がさないとダメなんですけど、剥がすのが一番大変ですよね。で何使うかっていうと、よくホームセンターとかで売ってるこのヘラみたいなのあるじゃないですか。あれか、僕は包丁屋なんで、こんな感じで傷があったりとかで廃棄しないとダメな包丁とかがあるので、これを使ってやっていきます。でどういうやつがいいかというと、ヘラとかでいいと思うんですけど、ヘラでもこの先、この刃先が潰れてるとこの間に入らないので、ちょっととんがってるやつの方がいいですね。でそれをこの間に入れ込んでいくっていう作業をしていきます。でこれと、あった方がいいのが、こういうちょっとゴム製のハンマー、これがあるとやりやすいです。ではどうやっていくかなんですけど、
まずですね、これ間にこれ剥がさないとダメなんで、このダイヤモンドプレートとガラス板の間に刃を入れ込みます。こういう四隅からやっていくのがいいかなと思うんですけど、危なくないように、ちょっと台とかの上に置いて、で入れ込む。でこれ力入れてガッてやったら危ないんで、ゆっくり間を狙ってやってあげてください。力ずくでいかないように、この隙間を滑らせる感じですね。はい。そうすると、ちょっと入ってくると思うんで、今こんな感じで少しだけ入ったんですけど、こんな感じで入ったら、ちょっとずつ、もう急がずにゆっくりでいいので、ちょっとずつやっていく感じですね。はい。そうすると、こんな感じで少しずつ進んでいきます。よいしょ。ゆっくりね、こんな感じで。はい。でこんないらん包丁がある方は少ないと思うんですけど、結構魚さばく要領に近いので、この刃元の方から入れてスライドさせながら下にずらしていくっていう感じです。そうすると、はい、こんな感じでもう端っこまで来ましたね。であとはここまで来たら立ててあげて、金槌でこんな感じでトントントンってやってあげたらいいんですけど、これ剥がれた瞬間吹っ飛んじゃうので、それだけどうにか危なくないようにしたいので、本当はこういうちょっと立てかけれるとこに立てかけてやってあげる方がいいです。こういうとこれ空中でやるとやっぱどうしてもパコって一気に外れちゃうので危険です。やめてくださいと言いつつやるんですけど、こっちで持ちながらトントントンってやっても、これでもいけるので、ちょっと怖いんで気休めぐらいにしかならないですけど、タオル引いておきます。もうちょいですね。来ましたよ。これで外れます。ちょっと危ないんで手でピリッといっちゃいましょう。いきます。はい、これで替え刃のプレートを取ることができました。でこいつはもうお役目終了ですね。で次にこの新しい替え刃を貼るんですけど、これ今こっちの先貼ってた面が汚いので、先にこれをきれいにしてあげましょう。この上から貼るとここでボコボコとか出てくるので、きれいにするのは、こういうメラミンスポンジとかでこすりながらこのゴミ取り除くって感じですね。でこの粘着のこういうテープの跡あるじゃないですか。これ取れにくいんですけど、包丁で取っちゃいます。さっきのあれを剥がす要領で取ると割と取れやすいです。この時も手気をつけてください。でだいたい取れたらまたスポンジできれいにしていきます。そうすると、こんな感じでかなりきれいになりましたね。でついでなんでこの横の汚れとかも一緒に掃除しておこうと思います。はい、ではこれできれいに掃除できましたんで、こんな感じですね。表面もきれいにできて、側面もそれなりにきれいにできたかなと思います。やっぱガラスきれいですね。めっちゃきれい。じゃあいよいよ貼っていきます。で貼るのはそんな何も考えないんですけど、スマホの保護フィルムを貼る感じに近い感じですね。かなり性格が出るところかなと思います。でもやっぱこの貼る前のこの掃除の作業が一番大事なので、ここしっかりしてたら多少向きがずれたとしても歪んだりとかっていう失敗はほぼないかなって思うんで、貼る前のこの掃除をきっちりしてあげましょう。で貼るのはもう神経質な人はこう枠決めてそれにカパってほんまにスマホ貼るみたいにやってもらったらいいんですけど、僕そこまで気にしないので頑張って綺麗に貼るっていうタイプです。なんで頑張って綺麗に貼ります。ちなみにこれ140番です。これ替え刃の裏側に、両面シートがあるので、これ剥がしたらもうすぐ貼れる状況ですね。なんでこれ剥がしてあげて、であとは頑張って貼る。ずれないように。これサイズはもうほぼぴったりのサイズのガラスを作ってもらってるので、端っこ
ギリギリ攻めたら綺麗に貼れます。ちょっと今も販売してるかわかんないですけど、もし販売してたらかなりおすすめなんで、メルカリで販売されてる方なんですけど、そちらの方のメルカリのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、じゃあね、頑張って綺麗に貼っていきましょうかね。若干ずれちゃいましたけど、こんな感じでどうでしょうか。ガラス面からはみ出してないので9大点ですね。はい、これで完成です。やっぱいいっすね。テンション上がる。これかっこいい。はい、これでまたガンガン削ることができるようになりました。ちなみにこれ両面張りなんですけど、こっち140番でこっち1200番のプレート貼ってます。1200番ほぼ使わないんで減ることないですね。なんで僕的にはもう140、140に変えようかなとも思ったりしてます最近。そうするとこれ1個で2面使えるので、いっぱい研いでも使い続けれるかなって感じですね。はい、ということでこんな感じで張り替え完了しました。めっちゃ綺麗ですね。やっぱこの透明感がいいですよね、ガラスって。めっちゃかっこいい。これで心機一転、また気持ちよく研ぎができるんじゃないかなと思います。嬉しい。はい、ということで今回はこちらのダイヤモンド砥石、粘着式のダイヤモンド砥石の刃を張り替えてみました。やること自体はそんなに難しくないんですけど、この剥がす時にやっぱりちょっと危ないので、そこだけ慎重にやっていただけると嬉しいです。でそれさえできたら、こんな感じで張り替えてやった方が絶対包丁も綺麗に研げるし、砥石直す時も綺麗に直せるかなって思うので、ぜひ替え刃をやる時は張り替えてあげてください。どうしても張り替えれないよって方は、この重ね張りしてもいいんですけど、それだったらもうこのプレートごと新しいやつに変えた方が綺麗に研げるんじゃないかなって思うので、そこら辺もちょっとどっちにするか検討していただけたらなと思います。で逆にこれ曲がるじゃないですか。曲がったら砥石もちょっと曲げて面直ししたいっていう時は、これでもありかなと思います。なのでこういう曲がった感じの砥石で使いたいっていう人は、重ね張りしまくっていくとそのうち曲がってくるので、それで使うっていうのも一個の手ですね。ということでこんな感じで道具の手入れ方法とかもちょこちょこ配信していけたらなと思ってますので、ここを紹介してほしいとか、ここの手入れの仕方どうなのっていうのがあれば、ぜひコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。